こんにちは。タモン丸のカンコレ、タモン丸です。本日は、E4 項、無損奥置き、オルモック置き、竹の輝き、戦力ゲージの攻略をお送りしたいと思います。それではね、早速始めていきたいと思います。ですね、昨日、5回出撃しまして、ボスには、2回到達して、惜しかったような、惜しくなかったような感じはするんですけども、可能性は見えたかなという感じはしました。そして、今日はですね、昨日の状態を踏まえまして、編成をね、若干変えてきております。一応こういう感じにしてみました。はい、こちらは出撃メンバーですね。第2艦隊に、昨日までは長波をね、機関にして、巨大カットインをさせていたんですけども、今日はね、レッチャーに来てもらっています。その他の、細かいところとしては、第一艦隊の機関も、昨日まではホーネットをやってましたけども、今日はイントレピットに変更しています。あとは本当に細かいところにはなってくるんですけどもね、やっぱり空母の攻撃をね、最初に当てないことには始まらないということがあるので、イントレピットと、サラトガには水星の22型ですね。長距離先制攻撃ができる装備に変更しています。ホーネットも変えたかったんですけども、あんまりそれやっちゃってもね、順番的には、イントレピットか、サラトガどちらかが攻撃できればいいと思いまして、長距離射程の方はイントレピットとサラトガに任せようと思いました。おめんさん、本部巻さん、空母Qさん、コメントありがとうございます。今日もね、頑張りますので、応援よろしくします。あと、そうですね、アークロイヤルに関してなんですけども、少しでもね、攻撃力上げる方法ないかなと思って、調べてましたら、ソードフィッシュ、こちらを装備することによって、若干ですけども、クリティカル率が上がるという文章がありましたので、今日はアークロイヤルにね、ソードフィッシュ、そしてエグサ隊を預けています。コメントありがとうございます。ちょっと読み方がわからなくて申し訳ありませんが、こんばんは。自分も、空4でした。頑張ってくださいということで、ありがとうございます。はじめはワシントンの機関にね、してたんですけども、どうしてもね、先制攻撃が当たらないことには、勝負にならないということに至りまして、こんな感じのね、編成にしました。はい、そして、支援艦隊ですね。昨日から1箇所だけ、決戦支援艦隊の方ですね。ウォースパイトを今まで採用してたんですけども、今日は長門に出てもらいます。あと、細かいところでは、道中、支援の混合型の
昨日までは手法3積みの電炭装備にしてましたけども、今日はもう手法4積みにしています。少しでも、攻撃力を上げたいということで、採用しました。あと、長門の採用については、やはり火力をね、200以上揃えたいということがありまして、採用になっております。呼びかなはかのやさんですね。はい、了解しました。かのやさん、ありがとうございます。そして、初見さんいらっしゃい。こんばんは、初コメです。応援してますということで、ありがとうございます。なかなか、他の方もね、だいぶ苦労されてるところを見て、私もきついなと思いつつやってますけど、私たちはね、何回、くじけようとも1回勝利さえすればそれでいいので、諦めずにいきたいと思います。そして最後に基地航空隊ですね。こちらの方は昨日と変わりなく第1、第2、第3すべて集中して出していきたいと思います。嬉しいな。昨日は昨日で、今日は今日、新しい風が吹くということで、今日も行ってみたいと思います。作戦計画概要をご説明します。本当に昨日は抜き売りにね、苦しめられましたけども、今日はなんとか突破していきたいと思います。それでは行きましょう。作戦最終作戦海域作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。 SX クラス CV11 イントラピッド発表します。では基地航空隊はすべてボスにね集中して出していきます。先ほどコメントいただいた方で、さくらさんとお呼びすればよろしいんでしょうか。もし違ってたらすみません。なかなか素敵ね。みんなにも見てほしいな。あと昨日はね、また音声のところでご助言いただきましてありがとうございます。やっぱりね、聞いていらっしゃる方からちゃんとね教えていただけるというのは本当にありがたいことなので、もしまたお気づきの点がございましたら、コメントいただけるとありがたいです。ありがとうございます。私 SX クラスだからまだまだこんなもんじゃないの。桜井イリスさんですね。はい、覚えました。そう言ってる間にまず最初の空襲超えれましたね。ああ、私イントラペットの働きがベストなの。わお、私頑張っちゃったかな。一番やりだね。もうこう見えてエースだぜ。ね、エースだぜ。頼むよ。ね。本当に一つだけ心残りだったのが、長波でね、攻略したかったんですけどもね。気持ちの、魚雷がどうしてもね、一本足りなかったということがあって、現状の装備で一番、攻撃力が高いフレッチャーをね、当ててました。見つけたのね。じゃあ始めましょう。次回は、イントラピッド航空今回の発艦始めて。
研修の任務で鎧ね、一つもらいましたので、それを活用できれば、多分またこういった状況が来ると思うんで、そのためのね、用意をしておきたいと思います。完全勝利とは成績がいいな。ああ、私イントラペットの働きがベストなの？わーお、私頑張っちゃったかな。一番やりだね。まあこう見えて。では続けて進撃をしていきます。さあ、ここから水上戦。昨日は失礼しました。PT 軍はね、問題なかったんですけども、今日はわかりませんからね。支援艦隊もね、昨日はだいぶ見つけたのね。遊びに行ってしまってたので、今日はちゃんとね、迷わず来てほしい。みんなの協力があって初めて成し遂げられるはずなのでね。じゃあ始めましょう。イントラビット航空隊各隊発艦始めて。よし、今日は迷わず来ましたね。3両総流。よし。弱すぎる。お前の相手だって支えてみせます。下がりませんよ。お前らの指揮官は無能だな。来んなよ。まさしもにかかってこい。もっとだ。来いよ。やりましたね。みんなが協力さえすればね、なんとか私が勝負のできるところまで持っていきたいですね。いただいておく。この栄誉を女王陛下とあなたにですね。この勝利を女王陛下とあなたに。そしてハネルもね、今回は一番最後になってね、活躍の場が来ましたから、ぜひとも活躍してほしい。そして昨日はここでね、当選簿されちゃいましたけど、2級、今日が第1戦。行きましょう。今日は通してください。お願い。さあ、見つけたのね。じゃあ始めましょう。イントラビット航空隊各隊発艦始めて。忘れてない？私 SX クラスだから、まだまだこんなもんじゃないの。来んなよ。よし、支援も今回はちゃんと迷わずね、もう一度よろしく。よし、残り2隻。撃たれる前に撃たなければやられてしまう。あ、来た。かわして。よし、かわした。よし、これで、一番怖い2級超えられましたね。でもまだね、第2艦隊残ってるので、油断せず落としていきたい。近代兵装なめないで。少し来んなよ。痛いですよ。残念だったね。よし、手がこれで抜けた。ここまではもう今までの中で最高にいい状態でね、出ましたね。天部巻さん、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。昨日はね、ここでもうね、散々
苦労させられましたけど、まずはサラの第一関門突破ですね。提督のおかげですね。帰ったら乾杯しましょう。当然の結果だ。別に騒ぐほどのこともない。おめんさん、いい流れですね。桜井、イリスさん、ここまではいい展開ですね。ここまでは、このままですね、いい流れで入っていきたい。そんなところで、私、おー遊軍ごと駆逐艦13番艦、ここでも着任しました。来るんですね、浜波ちゃん。浜波です。私はね、余談ですけども、連合艦隊の、30秒動画でね、藤波と沖波がこう、出してる動画を見たりすると、ほっこりします。はい。では、このまま、行ってみましょう。素敵ね。みんなにも見てほしいな。先ほどもお話ししましたけども、今日は、攻撃隊の方をね、多く積んできてますので、大量のね、敵艦機が出る可能性はあるんですけども、それでも、こうして編成してきました。それをここで披露したいと思います。結構やるんだな。見直したよ。いいね。嫌いにギタギタにしてやるよ。本気でやってやるぜ。さあ、行きましょう。頑張ってきてね。まずは、基地航空隊のみんなの力をまずは2機きちんと当てていきますね。第2航空隊はだいぶ苦戦しましたけど、まずは先制雷撃を1つ潰して、2つ目は潰せないか。もう1つ潰してほしいけど、3つ残っちゃったな。私 SS クラスだから、まだまだこんなもんじでゃないよ。は行こう。先制攻撃だ。来るのよ。どうだ。よし、これでよいしょ。残り2隻。友達隊頼んだわよ。 1隻。これでい 2, いぞ。2発だけ来るな。おう。よし、落とした。よし。ここまでは、沈まない。もうね、言うまで言うことがないだけいい流れですね。イントラピッドスクワドロンアタック。残念、アークロイヤルの力を、でも最初で出してくれたからもうこれでね、私はもうあとは沈まない。頼みます。サラトナの攻撃が当たったけど、ちょっとね、ちょっとクリティカルにならなかったけど、まだホーネットさあ、行きなさい。ですね。今回はさすがホーネット。やっぱりこうね、FB をね、編成にして小柄なことでは負けやない。ってるとね、全部威力が上がってくるけど、もうこれで空母軍はホーネットだけになっちゃいましたけどね。でも第二艦隊はみんな残ってる。と思ったら、初島に来るか。ね、亀谷さん、ごめんさん、桜井、イリアさん、やってくれる。いい感じに来てますね。ユラさん、ナイス。来てます。やらせない。あと3隻をね、もうなんか落としたいけど、甲板の木は海へ投棄。もう缶は捨てないわ。もうね、だいぶ
こちらもやられましたけど、まだ可能性ありそうです。行きましょいいね。思い出すね。陣営隊込むよ。戦場海域に到着しました。う。あ、昨日は来なかった友軍を援護します。皆さん陣営隊ですね。 47、7、了解。射程につきます。さあ、駆逐艦竹了解だ。やってやるぜ。ここはもう黙って見守るしかできませんけど、大嫌い。少しでもね、減らしてくれれば、艦首魚雷少しでもね、お願いしまずはます。ヨナの攻撃が、さすがに空母世紀残るね。強いね。やるしかね、ない。そうですね。竹さんよろしくお願いします。ということでね。いや、本当に落ちない。イオンの攻撃。お、イオンの攻撃。銃の手法は伊達じゃない。あ、姉さん、足柄姉さん。あなめるな。やってー、おやるぜっ。と、これはボスに6択。一つも落ちない。ああ、天満。このプレイやられちゃったね。ここまで集めるとはね。まあいいお前らの指揮官は無能だな。プレッチャー6択ですからね。これはさすがにいけないよね。あとはハングローか。ハングローした。あともう少しでしたけど。いやー。これでもね、この戦いホーネットの戦果が大きい落ちないとはっていうの？もうそうなるか。もうちょっとでしたね。ごめんねみんな。せっかくだからもらっておくけど、もちろんこれはみんなの戦果よ。このまま全ての戦いが終わってしまえばいいのに。せめてね、私もか、しぐれどちらかが残っていてくれたら、ね、可能性が高かったんですけど。でも、まだね、やれそうな雰囲気が出てるので、本当に惜しいところまで行けましたけども、磯波と申します。よろしくお願いいたします。はい、そなみよろしくお願いします。オペレーションコンプリート。いいじゃない？みんな元気。グッさて、一応、状態を確認しましょう。イントレピット体はまだ大丈夫ですね。ですね。いけたと思ったんですけどね。やっぱりね、最後だけあってみんな向こうも必死ですね。絶対落ちるもんかというね、そういう、凄みを感じました。それだったらもうそれ以上のね、本気を当てていかないといけないと思いますので、そこはね、頑張りましょう。はい。今一番危惧しているのは、航空隊の熟練度がね、どうしても落ちちゃうと、せっかくボスまで行ってもね、倒せなかったりするんで、そこのチェックをまずしていきます。サラトガも大丈夫ですね。ホーネットも、天山村田隊がもう危なかったな。ちょっとこのね、このホーネットの第2スロット、第3スロットは、19機なので全滅する可能性ありましたけど、今回思い切って投入しましたが、なんとか全滅は免れましたね。セーフですね。そしてアークロイヤル隊。こちらもソードフィッシュ。一番全滅する可能性があったところも、かろうじて
残りましたね。そして日清ユラ隊は、全部推薦で固めてるので、ここは問題なしと。そしてあとは、基地航空隊ですね。ここも確認しましょう。ご説明します。第一航空隊、ちょっと銀河隊が減らされちゃいましたね。第二航空隊は銀河隊が全滅してしまったのね。熟練度なくなっちゃいましたね。第三航空隊は、健在ということで、第二航空隊がちょっとね、やられちゃったな。Thank you for everything! おお、ありがたい。補給は大事。ありがとう。補給、ありがたいです。これでまた出撃可能です。よーし。そうですね。さすがに今から、第二航空隊の熟練度をマックスまで上げるというわけにはいかないので、3回ほど基地航空隊の熟練度をね、上げてから挑みたいと思います。整備や修理も大切よね。かつおぶしさん、今日もね、コメントありがとうございます。今ようやく始まったところです。1回目ね。一番良い形で、いけましたから。値としたことがちょっとやられちまったな。すまん。あともう少し噛み合えばなかなかやるわ。いける体直しておかないとかなと。敵はなかなかやるということですよ。すまんの、めげてしもうたんじゃ。こんばんは。こんばんはです。やすさん、ガンバです。私はね、カムスに頑張ってもらってるだけなので、ここは、少し時間はカムスたちを応援してやってください。もうやられちゃった。I will enter the dark. 退役じゃないからね。海上博物館は後で。ではちょっとだけ、基地航空隊のね、熟練団に行きたいと思います。2号潜水艦の力見ててよね。作戦計画概要をご説明します。退避させた。札がくる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 回ってる。砲弾作戦、最終作戦海域、敵の船底に大穴開けてあげるから。どちらかといえば第一航空隊の方がダメージ受けるなって感じしてたんですけども、今回は第二航空隊がダメージ受けちゃったのでね、ちょっと予想外でしたね。さあ、いらっしゃい。先ほどの、戦闘をちょっと振り返ってみると、やっぱり反抗戦だったのがちょっと引いてしまった可能性はありますかね。クリティカル、ホーネットはね、ダメージ出せたんですけど、サラとね、イントレピットが、ちょっとダメージ出なかったのが、最後までね、残ってしまった原因なんですけどね。でもね、クリティカルばっ
こればっかりはもう、戦ってみないと、わかりませんからね。作戦終了。艦隊が帰還した。はい、補給いただきました。まだまだ、もっとね、改善するところがあろうかとは思うんですけど、まず今日はね、この状態で、最後までね、やっていきたいと思います。はい、あ、そうですね。敵のね、空母の棒立ちになってましたよね。あれは狙った通りというか、昨日はあの状態にならなかったので、さすがよく見てますね。もう私、戦闘に夢中になっちゃって、全然、さあ、出撃よ。そこの確認はしてなかった見ててよね。です。ありがとうございます。シミュレーション、航空の制空権シミュレーターで、戦闘前にやった感じだと、棒立ちにできる可能性、確率としては約 70% 作戦計画概要のを確率でご説明します。できるという編成にはしてるんですけども、昨日は残念ながらね、2回ともそこまで出すことができなかったので、講談作戦。今日はそこにできたということが、敵の戦一つ収穫かなと大穴開けてあげる思いますね。から。いや、本当にリスナーさんから言われて気づいているというところが、もう完全にいっぱいいっぱいというね、ことがバレてしまいますね。大量今回もね、最後まで連れてきてもらった看護師たちに感謝して、最後の戦闘まできちんと見ていきたい。そう願わずにはいられない。いらっしゃい。サラの感染の順番を入れ替えした方が対空が上がりませんかというご指摘ですね。なるほど。ちょっと今終わったら編成の方ですね、見直ししたいと思います。4番まで装填。さあ、戦果を上げてらっしゃい。戻して。よいしょと。はい、戻しました。はい。作戦終了。艦隊が帰還したわ。はい、補給いただきました。基地航空隊をまず作戦お計画休みさ概要をせて、ご説明します。本戦ではちょっと心もとないけど、もう一回だけね、ちょっと上げていきたいと思いますね。発表します。さあの、こちらですね。よく見てましたね。第3スロットと第4スロット。確かに烈風解任の方が、制空値が高いので、ありがとうございます。桜井イリアさん、今ご指摘通り、こうね、変更させていただきます。これだけでもね、制空値が上がりますから、一つでも上げていければ、それが勝利につながるというね、そういう積み上げをしていかないとね、なかなか勝利できないものですから、本当にありがとうございます。2号潜水艦の司令官、新年明けましておめでとう。今年も海のスナイパーイムヤを作戦計画概要を今年もね、よろしくお願いします。
今回はね、講談作戦作戦ですけども最ね、終作戦海域、敵の戦艇本当ににみんなの力でね、大穴開けてあげるかここまで来たんで、あと一息。あと一息ね。大量大量。それでは、基地のね、航空隊のみんなの熟練度、いらっしゃい。上げていきましょさあ、いらっしゃい。う。危ない危ない。ここでね、間違ってよく進撃してたりしてました。まあ、コンディションが上がるんで、刺激は刺激で悪くないんですけどもね。艦隊が帰還したわ。どうしても時間かかっちゃうんで。ご注意いただきます。私、今は浮き輪に乗ってるけど、本当は潜る作戦計画概要をご説明します。おー。さすがに疲労がね、マックスになっちゃいましたね。第2航空隊、第2もなくダメだ。休ませないと。司令それ官、ではね、ちょっと基地航空隊もだいぶ疲労しちゃってるんで、海のSX クラス CV11 イントラペット抜病します。一応ね、第2艦隊の方は、初下に帰還してもらってますけども、ああ、任せておきなよ。最後の殴り込みでも付き合うさ。まだ最後というわけではありませんけどもね、今回はこれが最後のオペレーションですから、今のところこういう感じの装備にしております。不安なのか。基礎に関してはね、連撃装備なんで、とりあえず手法を2つ積んでみたっていう感じですけども、何が正解かはちょっとわかりません。一応ね、こんな感じにしてます。ハッピーニューイヤー。提督、今年もどうぞ USS フリート、そして私もよろしくお願いいたします。そして、昨日まではね、長波に出てもらってたんですけど、どうしても私持ってる中で、酸素魚雷のね、大き型、これが、3本しかなくてですね。どうしても火力が足りずということになりかねないので、今日はね、フレッチャーに加わってもらいました。司令官さん、大丈夫、いけます。そして、ハナロには、野戦装備の野艇と照明弾ですね。現状私の持ってる装備ではこれが一番のものを使っております。いい雨だね。止まない雨はないのさと、シグレによく言われるんですけどもね。さっきはね、惜しいところまで行ったんですけどもね。今度は、また違う展開になると思うので、
きたい。Wishing you PCU。提督さん、今年はいい年になるといいよね。そうね、今年、まだね、いい年にしましょう。ドランタはもう、鉄板装備です。もう特に、皆さんもよく見ているね。この装備を取るのに、前回の最後の第6回忌でね、だいぶ苦戦しましたけども、やっぱり取った前があるのかななんて思いますね。という感じで、行ってみようと思います。まずは、支援か。ショー。嬉しいな。どうよ。作戦計画概要をご説明します。基地航空隊も、疲労はね、これでなくなってますけど、ちょっと第2航空隊、公団作戦最終作戦海域ないけど、作戦要項です。行こう。任務部隊、私イントラペットが指揮します。みんな準備はいい？ Are you okay? じゃあ行今きましょう。回もね、相当お世話になりましたよね。アトランタ。ね。ここでモーとしかね、言葉が出ません。反対の素敵ね。みんなにも見てほしいな。盾として、では、最初の空襲戦ですね。行きましょう。さあ、見つけたのね。じゃあ、始めましょう。イントラビット航空隊各隊、発艦、始めて。忘れてない？私、エセックスクラスだから。まだまだこんなもんじゃないの？ちょっとね、最初から、被弾をしてしまったって出しですね。ああ、私イントラペットの働きがベストなの？わお、私頑張っちゃったかな。あたいが一番やりだね。もうこう見えてエースだぜ。任せますよ。このまま第2空襲ね、乗り越えていきたい。さあ、連携陣にちゃんと合わせて、さあ、見つけたのね。じゃあ、始めましょう。イントラビット航空隊各隊、発艦、始めて。パーフェクトアトランタ大明神様、守護神でした。カメラさん、そうですよね。まだまだこんなもんじゃないの？本当にね、始めるよ。攻撃をね、こう、防いでくれる、この抜きをね、あまり言いたくないので、今、といったことにしましょうけど、今回は、全体守ってくれましたね。私イントラペットの働きがベストなの？わお、私頑張っちゃったかな。よし、あたいが一番やりだね。もうこう見えてエースだぜ。任せな。よし、今回も、空襲マスのね、ここできましたね。基地も、盛大に攻撃してくるね、もう。さあ、はい、今日に突入します。
PT 軍との戦闘に入りましょう。さあ、支援艦隊、今回もそう見つけたのね。じゃあ始迷わずめましょう。来てね。イントラピット航空隊各隊発艦始めて。単獣人。これは忘れてない先に撃たないとやられるパターン。私 SX クラスだからまだまだこんなもんじゃないの。多分支援艦隊のみんな。そろそろ反撃よ。よーし。いいぞ。グレイト。これはいい流れですね。の相手だって支えてみせます。でも無傷では通してくれないですね。刺しもにわずかではありましたけど、一発当ててきますね。敵も必死ですね、これは。この戦い、ホーネットの戦果が大きいっていうの？もうそうなるか。ごめんねみんな。せっかくだからもらっておくけど、もちろんこれはみんなの戦果よ。ね、みんなの戦果ねっていうところがまたホーネットのいいところですね。当然の結果だ。別に騒ぐほどのこともない。そしていつも通りの、当然の結果と言ってしまう基礎さん。私も当然の結果だと言ってみたいものですがね。でもそんな自信がありませんが。そして、また抜き打との戦いになります。今度も通してもらうよ。抜き打勝負。さあ見つけたのね。じゃあ始めましょう。イントラピット航空隊各隊発艦始めて。忘れてない？私 SX クラスだからまだまだこんなもんじゃないの。来ちゃったか。仕方ない。始めるよ。ソートフィッシュがと思ったところで、日清。でもまだ17だ。今にそろそろ反撃よ。いいぞ。あと一つ。開幕で3隻は落とせたから、あと1隻夜だって叩ける前に叩いて、ではいけちゃうからナイス。エスイントラピット。の方が好きだけどね。夜か。いいですね。あまり好きじゃないけど。クリティカル。やめましょうか。あと残り2隻。舐めないで。あと1隻。少し叩き落とせ。痛いですよ。はい。お前らの指揮官は無能よしだな。抜けましたね。開幕見た瞬間はどうなることかと思いましたけども、支援艦隊もね、本当によくね、落としてくれました。いいですね。もう、昆布巻さん、いいぞと。流れはね、決して悪くないですから。サラの戦果がそんなに。提督のおかげですね。帰ったら乾杯しましょう。当然の結果だ。別に騒ぐほどのこともない。では、続けていきましょう。素敵ね。みんなにも見てほしいな。さあ、今日は2回出撃して2回とも到達できましたね。だいぶいい感じになってきました。結構やるんだな。見直せよ。いいね。嫌いにギタギタにしてやるよ。本気でやってやるぜ。まあこちらもね、いつも本気なんで、本気と本気のぶつかり合いだ。さあ、行くぞ。不安ではあるけども、基地航空隊のみんな頑張ってくれ。どうだ、1本。
わずかに当たったけど、やっぱり熟練度がね、落ちてる分だけ、それでも落としてくれた。第2航空隊のみんな、第3航空隊のみんな、大丈夫か、やれるか。やった、2つやってくれた。さあ見つけたのね、じゃあ始めましょう。イントラピック航空隊そして本体の攻撃はどこだ。始めて。仕方ない。始めるよ。もうちょっとで落とせる。もうちょっとで。よし、飛竜、頼むよ。残した。弱立つ。いいところに誘ってしまった。大丈夫、私は沈まないわ。でも等高線だから先ほどよりは攻撃力がね、出るはず。400。で、ゆらさんね、さっきと同じようにフォローしてもらってるけど、ホーネットもやられちゃったか。イントリピットやられたのちょっとでかいな。火災を防ぐの。負けないから。そう、まだソードフィッシュが残ってるけど、これくらい。来そう。お前らの指揮官は書いてくれた生姜でシヌレもかわしてくれて、第2艦隊はまあなんとかね残してくれましたね。よし、ではここはまだ火を消して。水がそんななんとか一隻ね落としてほしい。落ちない。ここまではね、さっきもしてくれたけど、よし、割合でもそのダメージ与えてくれれば、でもね、さっきよりはなんかいい感じはする。行きましょう。本田真希さん、勝尾節さん、そして桜井入也さん、まだいけるといいダメージ、吉遺族ね、コメントいただいてありがとうございます。このまま野戦に行きましょう。陣営隊戦場海域に到達しました。これより友軍を援護します。皆さん行きましょう。47、7、了解。射点につきます。そうですね。さっきはね、いいダメージしてたけど、ギリギリでもしこられてましたからね。ような、どっかに当たってくれ。どっかに落としたが今一つ開けましたね。こじ開けた。やるしかない魚雷。いい？やるじゃないか。行く。イオの攻撃撃っちゃうよ。よっ、来るな。あとはシオンがいただきますね。シオンセイラーさんたちは友達だもん。オタクでノーダメージ。これはどうだ。佐島のカットインさっきは出れなかったけど、まず一つは落としたけど、フレッチャーお前らの指揮官は無能だな。どうなんだろう。どうだ。そこです。下にいったか。ブロックされた。やるじゃないか。残念だったね。ノー。やるじゃないか。ふぅ。
だいぶ、的もね、減らしてくれて、ダメージもね、出てますね。Oh my god! サラの戦果がそんなに提督のおかげですね。ね帰ったら乾杯しましょう。これはこれで、当然の結果だ。別に騒ぐほどのこともない。いい感じでいけましたからね。まだまだ、まだまだいけますよ。軽巡洋艦神通です。どうかよろしくお願いいたします。はい。鎮痛さん、よろしくお願いします。Operation complete! いいじゃない？みんな元気！ Good! 何も、ちょっとね、思いつかないけども、まだ出撃をしていくわけですから、まず確認作業に入りたいと思います。まずは、違いますね。空母艦載機の確認。トレピット隊は、問題なしですね。空の航空隊、水星隊もギリギリのところで踏ん張ってますね。もうあと少しで全滅するとこでした。ホーネット隊はまた爆戦祝い隊がね、もうちょっとで全滅するとこでしたけども、こうなんとか切り抜けていますね。そしてソードフィッシュ隊は全滅してしまいましたね。ついに。この中では一番全滅する可能性が高かったので、でもしょうがないでしょう。これはもうこれでいきたいと思います。そしてあと基地航空隊ですね。こちらの方が気になります。確認しに行きましょう。作戦計画概要をご説明します。第一国隊、銀河隊、危なかったです。もう本当にギリギリのところで全滅は回避できましたね。まだ熟練が残しています。今回は第二航空隊ね、あんまり損害が出なかったようなので、いいですね。第三航空隊も、十分。ということは、第一と第二ですね。こちらにちょっと、またね、熟練度上げてから、出撃していきたいと思います。おー、ありがたい。いやー、本当に強いな。ありがとね。補給ありがたいです。これでまた出撃可能です。よーし。なかなか。Sorry。後方でお休みをいただきます。ごめんなさい、提督。相手のね、追反艦たちが本当にブロックしてきますからね。さすがに、今までの中でもボスが強いっていうよりはその随伴艦のみんながね、大変なもんですね。でも先ほども昆布巻さんから言われた通り、空母戦機ね、大立ちになってくれましたから、あれでだいぶ助かっています。先ほどね、ソードフィッシュ隊が全滅してしまいましたけども、ソードフィッシュにはもう一つだけ、特殊能力というか、開幕した時に接触ですね、発生率があるんですけども、マーク3、一応数値上では、一番高いね、割合で出してくれますのでね。
あれだけでも、だいぶ制空の、やだな。まあ、航空隊のね、支援になっていますからね。少しお休みもらうか。そういった意味では、ちょっと、不安要素がまた一つ増えてしまいましたけど。体、直しておかないと。金谷さんから、基地、僕は、亀甲さんでしょうかという、問い合わせですね。ですね、一応、基地航空隊に関しては、すべて、亀甲状態、100% 亀甲状態になるようにしています。第3航空隊だけは、最後のね、基地の第3航空隊第2波だけは、ほんのわずかですけども、優勢状態になるように設定しています。なので、今2000ともですね、第1対2に比べて第3航空隊に被害が少ないのは、そういうことなんですよね。今私が持ってる基地航空隊、特に制空隊ですね。正直今持ってるのが精一杯ですから、これ以上は数字上では伸ばすことはできないので、不足してるところはもう本体のね、航空隊で、そして、支援艦隊でね、カバーしていくと、そういった感じになると思います。さあ、まずは、熟練度をね、上げていきましょう。見ててよね。作戦計画概要をご説明します。講談作戦最終作戦海域、さあ出撃よ。移動潜水艦の力見ててよね。一応今はこんな感じで、航空隊の熟練度上げしてるんですけどね、普段ですと、ここどうしてもね敗北しちゃうんで、東海隊を混ぜて、敗北にならないような編成をして熟練度上げはしてます。はい、ただね、今はどうしても出撃しなければいけない関係上、一回外しちゃうとね、15分間基地航空隊入れ替えできませんので、今はこんな感じで熟練度を上げていきます。結構東海をね、20体入れてあげると、もうほとんど全滅させることできますので。魚雷1番から4番まで装填。さあ、戦果を上げてらっしゃい。おすすめというわけではないんですけどね。そんな感じで普段は熟練度ね、上げたりしてます。そうですか。うちの装備では、劣勢品法ですね。が限度だった。そうですね。今回の、艦隊が帰還したわ。基地航空隊で、どれだけ、制空取ろうとしてもね、後ろから見てたの？スマホとかで遊んで。作戦計画概要をなかなかそれ以上取るのはね、至難の技ですからね。一応航空隊に関しては、こんな感じにしてるんですね。考えてる。
ちょっと見づらいと思うんですけど、ちょうど真ん中のグラフがあるところが、基地航空隊の第1、第2、第3、第4ですね。これがちょうど拮抗になるような、制空状態。そして下に出てる、このパーセンテージが拮抗状態が現状、上から4番目まで 100%。で、最後の第3航空隊のところだけが若干ですけどもね、優勢になるような。で、最後の本体は確保すると。そういう割合のね、航空隊の編成になっています。本当に手打ちで打ってるので、ちょっと数字がこれで正解っていうわけじゃないんですけども、基地航空隊はそんな感じで、先ほど空母世紀のね、棒立ちになるというとありましたけども、一応確率としては 70% の確率でなるような、艦隊の防空能力ですね、持っている感じになります。先ほど、基地航空隊じゃなくて、本体のでね、熟練度、ちょっと不安だなって言ってたんですけど、イントレピットは搭載機数が多いんで、ほとんど流星とかはね、第1スロットは問題ないんですけども、やっぱり第2、第3スロットになってくると、だんだんこう、パーセンテージがね、上がってきて撃墜されやすいので、サラトガの、第2スロットのこの航空隊もね、水星隊も実際のところ結構危ないんですよね。今のところ持ちこたえてますけども、4分の1の確率で殲滅する可能性は高いということです。そして、やっぱりね、ソードフィッシュ隊、この中でも一番 27% の殲滅率の通りの結果になってしまいましたね。でもこれはもう仕方ないです。予想してたことなので。こんな感じでね、ちょっと出撃前にシミュレーションしてみたんですけど、今のところこれが精一杯かな。そのため、空母の艦載機熟練度回復と平付けもその度にやっていました。そうですよね。本当に熟練度ほんのわずかなんですけどね、それを上げることで制空値が高められることと、あとは、先ほどの、戦闘で見てもお分かりの通り、熟練度があればあるだけ、最終作戦海域作戦要項です。基地航空敵の船底にクリティカルがね、発動してくれます。そうすると、やっぱり開幕で先制来撃、あれをなんとかしないことには、本体のね、攻撃、再度攻撃ができませんから、そのためにも、大量熟練度はできる限り高めてね、いきたい。そういう、事情なんですよね。さあ、いらっしゃい。何かしら潜水艦なんだけども、なんか対空されてるんだな。落ちてるな。魚雷1番から4番まで装填。さあ、戦果を上げてらっしゃい。よし、これで、基地航空隊の方はいいかな。作戦終了。艦隊が帰還したわ。作戦計画概要を
ご説明します。ですね。これで第一航空隊の準備は整いましたね。第二航空隊も、まあ、一本線まで回復したので、これでいいでしょう。第3は、まあ、いいですね。よし。呼吸いただきました。そしては本体に戻って、SX クラス CV11 イントラペッド発表します。さあ、どうしようか。今回はサラトガを機関にしていってみましょう。航空母艦サラトガ抜病します。続いて第二艦隊、フレッチャーを最後に。フォルチャー級駆逐艦1番艦フォルチャー出撃します。そして俺に勝負を挑むバカはどいつだ。アトランタを2番艦に変更して、よし。それでは3回目ね、行ってみましょう。今日はね、ほんと2回ともボスに行けてますから、昨日に比べたら全然進歩してると思いますので。作戦計画概要をご説明します。少しね、いい結果を見れる。ここから見守りましょ公団作戦う。さあ、そして最終作戦海域出撃。作戦用航空母艦サラトガ抜病します。続いてよし、第一航空隊。第二航空隊。そして第三航空隊。出撃準備よし。オーマイガー。そういう出撃コメントなんだ。では、最初の空襲マスの戦闘に入ります。航空隊発艦始め。行きます。航空隊発艦始め。来んなよ。アトランタの対空カットインが発動して、無傷ではありませんけども、まあ、ほぼね、ほぼ、無事に突破ですね。オーマイガー、サラの戦果がそんなに。提督のおかげですね。帰ったら乾杯しましょう。帰ったらね、乾杯しましょう。よし、あたいが一番やりだね。まあ、こう見えてエースだぜ。任せな。そして比較的突破しやすい空襲マスに来ましたけど、油断せずにね、行きましょ行きます。航空隊発艦始め。行きます。航空隊発艦始め。パッドに出なかった。これは出てしまった。けどどもめ、今に見とれよ。こがいなことでは負けん。全部やっつけてやるけ。いや
初めてここでね、中波に持ってかれましたね。やはり油断できないですね。サラの戦果がそんなに。提督のおかげですね。帰ったら乾杯しましょう。あたいが一番やりだね。まあこう見えてエースだぜ。任せな。さすがに道中も今回ばっかりは危ないかな。それではね、PT 戦、水上戦闘開始です。行きます。航空隊発艦始め。サラの子たち頼みます。いい？アタック。さあ、接触中。対空見張りの伝としてよろし支援くね。隊、いいぞ。 PT を2隻落として、3隻残したな。全方門開いてください。危ない。近代兵装なめないで。いいぞ。少し残念だったみたいですよ。 OK。PT 軍は、ね、突破できました。この戦い、ホーネットの戦果が大きいっていうの？まあそうなるか。ごめんねみんな。せっかくだからもらっておくけど、もちろんこれはみんなの戦果よ。みんなの戦果で、このまま全ての戦いが終わってしまえばいいのに。ですね。早く全ての戦いを終わらせるためにも、このヌキューマスをね、突破をしていきたい。3回目。さあ、勝負だヌキュー。今日は、通してもらうよ。行きます。航空隊発艦始め。行きます。航空隊発艦始め。来ちゃったか。仕方ない。始めるよ。台のカットイン。よし。そろそろ反撃よ。全まずい。いいぞ。ヌキューが全部残っところが一隻だけ取れたけど、サラの子たち頼みます。いい？アタック。まずい状況になってきた。トーピード？私はもうあと3隻。沈まない。装備や艦載機体によってはいけちゃうから。まああと2隻。太陽が出てる時間の方が好きだけどね。あ、これ来るな。これ来るな。あ、来ちゃった。やはり来てしまった。でもこれ以上はやらせない。よく言うな。風によくぜ。はい海岸の木は海へやって溶き、くれるな。開いてくださ缶は捨てないわ。い。いいぞ。うるさい敵だな。なんとか致命傷で済んだような感じがしますけど、なんとか、突破ですね。昨日はここで3回徹底させられましたから、それを考えれば、全くもって上出来です。はい。反復攻撃はできませんけど、この戦い、ホーネッ
トの戦果が大きいっていうの？ホーネットとアークロイヤル。まあそうなるか。ごめんねみんな。このまま最初の開幕攻撃は参加できますので。もちろん、これはみんなの戦果よ。あとは、イントレピットと、サートナに望月でーす。かけるしかないですね。はい、望月よろしくお願いします。仕方ないですけどもね。全員が万全で言っても、全員が攻撃できるチャンスが来るかというのはね、わかりませんから、もうかえってこの方が開き直っていけるような気もします。Oh my god。もう今日は3回ともここまで連れてきてもらいましたから、あとはね、私たちの戦いを結構やるんだな。見直してよ。いいな。嫌いじゃない。ギタギタにしてやるよ。本気でやってたどり着きさえすればチャンスはある。さあ、行くぞ。深海竹世紀。ですね。宗派の2人に道中守ってもらいましたし、ここからは本体とその連携の攻撃を見る。よし、まずは一石。それに攻撃がやっぱり基地航空隊もだいぶ疲れてる感じしますね。攻撃だけは当ててほしい。2隻飛竜。ああ、下残っちゃったな。3発くる。ああ、全滅した。これはもう何とも言えない。見事に全滅ですね。こうなると第二艦隊がどれだけ無傷でいけるかにかかってきました。このまま予選に入ってもいいからですよ。空母93、かつお節さん、昆布巻きさん、ここまで追い詰めるとはね。だいぶ大惨事になっておりますね。これは痛い、よく見た光景ということですけどね。でも最後はどうなるか分かりません。まずは見届けましょう。第一航空戦隊攻撃隊前期発艦。頼みますね。良い判断です。駆逐艦竹、了解だ。やってやるぜ。光線の堀見せてくれ。改装された第一航空戦隊の力お見せします。勝手は春菜許しません。なんともコメントしづらい攻撃が出てしまいましたが、本郷さん、大淀型の力よ。弱すぎや。なめるな。やってやるぜ。
支援艦隊はこれで終了となりました。あとは本体でやれるとこまでやりましょう。私もダメージは出てるんだけど、あと3体。でも最後まで諦めない。まだまだ進むさ。全方向開いてください。下がりません。いけるかフレッチャー。そこです。落ちろ。うん。いやー、これはちょっととんでもない展開になってしまいましたけども、うん。まあ、よくあそこからここまで盛り返したかなというところですね。ああ、私イントラペットの働きがベストなの？そうですね。最強遊軍来てくれましたね。よし、あたいが一番やりだね。まあこう見えてエースだぜ。任せな。朝霜はダメージ出ましたよね。500も出してくれましたから、これ以上は望めないかなというくらい。むしろ着任しました。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。のしろ。作戦完了です、提督。ものの見事にやられちゃった感じはしますけどね。ではちょっと状態の確認をまたしていきたいと思います。危ない。水星体もあわや全滅状態でしたね。1機だけ残ってました。イントレピッド体は全く問題なくですね。モーネット体も天山村田隊ちょっと危なかったですね。でもなんとかかろうじて、ソロフィッシュ隊も今回はだいぶ残ってますね。本体の、関西機体は問題なく出そうですね。How are you? 本当にボスね、狙わなくなるときは、まあ、もう他の追犯艦を落としていくしかないんで、形的には、まあ、ああいう形になると思いますけど、でも、だいぶ先制攻撃をもらわなくなってきたかなとは思うんで、そこはいいのかなと思いますけどね。では、基地航空隊のね、もうちょっと確認していこうかなと思います。第1はまあまあ、第2の方が、ちょっとまたね、落とされちゃいましたね。そして第3航空隊は、まあ、健在ということですね。そうですね、3択でもね、普通にこう、外れるものですから、そこは、まあ、今日は配信の時にもお話ししましたけども、私たちはね、出撃可能な限り戦い続けます。一度勝利さえすれば、私たちの勝利なので、決してね、諦めずことなくいきたいと、そう思うところです。ただ、今日はね、こちらの航空隊もそろそろ限界に達してきてるので、次の出撃が今日の最後の出撃にしたいと思います。なので、どうかね、そこまで最後までお付き合いいただけると嬉しいです。直しておかないと。ですね。なので最後、基地航空隊2回ほどね、熟練弾上げしたら、出撃をしていきたいと思いますので、少々お待ちください。みんなに迷惑かけてるかな。この分はきっと取り返すから。はい、もう少しで後進するところでした。
Sorry, Admiral. 少し時そうですね。間はかかる。もうちょっとだけお時間をいただきとうございます。破壊としたことがちょっとやられ今回のイちまったベントが始まるにあたって、おそらく、基地航空隊、思いついちゃう。少しお休み。機動部隊で最後戦うとはちょっと予想してなかったんですけどもね。I'm sorry. とにかく、イベントの終盤になりますとね、燃料が全く足りなくなるというのが嫌というほど味わいましたので、さあ出撃よ。今まで私が望んできたイベントの中では一番、燃料をね、多く作戦計画概要をご説保有し明します。た状態での、突入することができたので、まだね、燃料だけは20万ある状態ですから、砲弾作戦最終作戦海域。さあ出撃よ。若干ちょっと弾薬が怪しくなってきましたけど、見ててよね。燃料さえあればね、出撃はできるんだからってね、いう風に考えて編成回してましたんで、多分最後まで大量時間が許す限りね、出撃するだけの資材はありますので、あとはもう我慢比べですね。いらっしゃい。魚雷1番から4番まで装填。さあ戦果を上げてらっしゃい。それでは最初のね、熟練度への出撃はこれで完了となりますので、1回目の出撃の方に移っていきたいと思います。作戦終了。艦隊がはい補給いただきました。作戦計画概要をご説明します。やっぱり潜水艦対空砲火持ってるんだな。落とされるんだな。怖いな。よし、ここは待機させて。さあ出撃よ。2号船。私今は浮き輪に乗ってるけど、本当は潜るとすごい。作2回戦計目ね、画概要を熟練度上げごていきたい説明します。と思います。砲弾作戦最終作戦海域。敵の船底に大穴開けてあげるから。わお、大量大量。ね、こういう雰囲気を、味わえるのもね、さあいらっしゃい。イベントならではですから、最後まで楽しんでいきたい。そう思う。そう思います。よし、今回は落とされてないぞ。よし、電気帰還してくれるな。魚雷1番から4番まで装填。さあ戦果を上げてらっしゃい。これで、基地航空隊の電動上げは完了となります。みんな帰ってきてね。作戦終了。艦隊がはい補給いただきました。では、作基地戦計画航空隊概要をの方に
ご説明ちょっします。と熟練度上げて休息がね、必要なので、みんな帰ってきたね。出撃の方は、今、21時6分になってますので、21時、10分になったら、出撃したいと思います。SX クラス CV11 イントラペット発表します。それまでちょっと、雑談ではないんですけども、一つだけですね。作戦室は作戦室でも出るんだね。出るな。こちらが、今私が使っている艦隊の、大まかなシミュレーションしたときに組んだ、状態ですね。こちらの航空隊でね、FBA、BA と、発動する確率は、全員、平均的に見ると 70% 以上。もちろん、必ず発動するわけではないんですけども、ほぼ半分くらいは、FBA という形になるように編成を組んでいます。イントレピッドとサラトガには水星の人間型を搭載してますので、この中では一番早く人気ができるような形にとって編成を組んでいます。なかなか攻撃する前にね、抱かれちゃうんで、そこまでちょっと今日はいけてないところがあるんですけど、一応可能性としては、そんな感じになっています。艦隊の正空値的には、827という数字なので、これ以下にしてしまうとちょっと、道中無給にね、やられちゃうんで、これはこれ以上押せない。正空値のギリギリの線でした。はい、第二艦隊の方ですね。こちらは野戦、重視となります。で、今、機関にしている朝霜の発動率、こちら、通常状態であれば 70%、フレッチャーであれば 65%、で、シングレードの場合は 67% ですけども、単焦灯と照明弾、こちらが発動すれば、確率の方は約 15% ほどね、向上します。なので、4分の3くらいはね、カットインは出る、そういう計算で艦隊は組んでおります。はい、では、時間となりましたので、出撃の方ね、していきたいと思います。あとどうしようかな。さっきはサラトが機関にしたけど、今回のね、最後のホーネットにしよう。ホーネットにしとこう。
こは、しぐれを最後尾にして一番艦。しぐれ、行くよ。行ってみたいと思います。それでは、皆さんにね、嬉しいな。いい戦いをお見せしましょう。カムスのみんな、頑張ってきてね。作戦計画概要をご説明します。講談作戦最終作戦会議。それでは、作戦要項タスクフォース出撃ワーシップ。開始。ホーネット。ウェイアンカー。基地航空隊はすべて出撃完了です。あとは反対が Z マスに到着するのを待つばかりということです。なんかと艦砲作戦、いよいよ大詰めになってきましたね。空襲マス乗り越えていきましょう。さあ、始めましょうか。ホーネット攻撃隊、発艦始めなさい。松尾さん、頑張れ、ありがとうございます。さあ、始めましょうか。あの人たちを応援してあげてください。ホーネット攻撃隊、発艦始めなさい。しかも始めるよ。よし、まずは最初の空襲マスは、で完全勝利を珍しいですね。この無傷で突破できましたねホーネット。の戦果が大きいっていうの？もうそうなるか。よし、あたいが一番やりだね。せっかくだからもらっておくけど、エースだぜ。もちろんこれは任せな。みんなの戦果よ。さあ、みんなの戦果でね。行きましょう。続けて第2空襲マスの前に基地にね、敵が来てしまいました。損害は平微だと思いたいので、そこはもう、まずはこの空襲マスをね、乗り越えていきたい。さあ、始めましょうか。9593、ホーネット攻撃隊、ガンガレー、ガンガレーですね。了解です。ガンガレー行きます。元より相打ち覚悟に逃がさないわ。来ちゃったか。しかも始めるよ。お面さん、5分をということで、お面たちの5分を祈ってやってください。ここも、完全勝利。この戦い、ホーネットの戦果が大きいっていうの？もうそうなるか。関西機体頑張ってますごめんね。ねみんな。あたいが一番やりだね。せっかくだからもらっておくけど、まあこう見えてエーもちろんスだぜ。これはみんなの戦果よ。任せな。さあ、これで半分ね、道中、来ましたね。本部巻さん、グッドラックと。そうですね。やっぱり幸運を味方にしないと、いけないですね。勝利の女神は、ここにいるはず。水上戦闘開始です。さあ、始めましょうか。ホーネット攻撃隊、発艦始めなさい。さあ、始めましょうか。ホーネット攻撃隊、発艦始めなさい。最初の本気でね、このソードフィッシュ隊の接触が
これ出てくれるの嬉しい。そして道中支援艦隊も今回迷わず来てくれました。残すは PT 軍一隻のみペースを舐めないで。落とせましたね。痛いですよ。そして今回はこのね、戦い、ホーネットの戦果が大きいっていうの？まあそうなるか。ごめんねみんな。バーチョしたせっかくだからもらっておくけど、ありがたいです。もちろんこういったこれはものはみんなの戦い果よく。つもらっても嬉しいですね。いくつもらってもやっぱり嬉しいものですね。MVP。さあ、道中乗り越えなくてはならないもう一つの関門。抜きとの戦い。今日はすべて通してもらっています。ので今日はすべて通らせてもらうよ。第4。そして戦闘体系。戦闘開始です。さあ始めましょうか。ホーネット攻撃隊、発艦始めなさい。元より相打ち覚悟よ。逃がさないわ。来ちゃったか。仕方ない。始めるよ。どうだ、そろそろ反撃よ。支援艦隊のみんな。発進。いいぞ。9すべて残ってしまっている状態。かわしてくれ、頼む。イラ、まだこんなんじゃ沈まない。でもまだ中歩だ。まだし2回目。今度はアンクロイヤルかわした。よりくんあまり好きじゃないけど、オネットの航空隊見、ましょうか。東京敵対発艦始アークロイヤル航空隊のめ。やってみるアタック。よおお、もう攻撃ペース舐めないで。お前らの指揮官は無能だな。痛いですよ。くんのよ。相手だって支えてみせそして来始め日。るっきゃないね。撃ち方始め。ユラがね、艦隊を戦後、守ってくれましたね。今日は無給サラの戦果がそんなに。すべてね、提督のお突破できかげですねましたね。帰ったら乾杯しましょみんなありがとう。当然の結果だ。別に騒ぐほどのこともない。抜けましたね。あとは、軽巡洋艦神通です。どうかよろしくお願いいたします。ジントゥーさんも応援してください。お願いします。やれることはね、十分やれたと思うので、ここからは、看護師たちを応援してあげてください。では、みんな頑張ってきてね。結構やるんだな。見直してよ。いいね。嫌いじゃない。ギタギタにしてやるよ。本気でやってやるぜ。さあ、皆さんにね、いい勝負が見せられるように、行きましょう。戦闘開始です。
ずは、基地航空隊、機甲部隊、第1、第2、そして第3、第4、1、2機は出てくれましたけども、今回はだいぶ第6波、ここでまずは1隻ね始めましょうか。落としてくれたので、ホーネットありがとう基地航空隊。発艦始めなさい。さあ本体、来んなよ。本体の力でダメージを与えて、たとえ最後の一飛竜、い回になってもやー本当にかわすな。下、上、お、あ、ダメージコントロール大丈夫。先ほどに比べればまだだいぶマシだけど、棒立ちにはなってないな。 What? 5世紀 Torpedo? 枯らすことはちょっとできなかったですね。私はもうサラの子たち沈まない。頼みます。ほら、かわしてくれるホーネット隊。さあ、行きなさい。さっき活躍できなかったホーネット隊もやだ、もう飛行艦サラの攻撃がちょっとね出せなかったのが負けないから悔しいけど、まだはい。はい。お前らの指揮官は無能だな。まだ中波だ。近代兵装舐めないで。少し痛いですよ。敵だな。基礎がね全部攻撃受けてくれてるんで、1本だけ来るね。どこに来る？やってやんよ。日清か。日清でカバーしてくれたんで、第2艦隊はかろうじてまだ戦える。今に見とれよ。こないなことでは負けん。え、全部やっつけてやるけん。倒した。シングレに行ってしまったか。追い詰めるとはね。まあ残念。そこだけはも守りたかったんだけど。いやー、もう手強いなー。でも十分やってくれましたからね。最後まで応援してあげてください。思い出すね。陣形隊戦場海域に到達しました。これより友軍を援護します。皆さん行きましょう。47、7、了解。射程につきます。駆逐艦竹了解だ。やってやるぜ。大嫌い。艦首魚雷用意お願いします。やるしかない。ない。魚雷952。行く。イオの攻撃いっちゃうよ。224。銃の手法は伊達じゃないのよ。なめるな。やってやるぜ。おー、719。空母世紀1隻落としてくれましたね。最後まで諦めない。この朝島にかかってこい。もっと残念。下に行ったか。ダメか。あと2駅。下がりませんよ。そこです。行かない。でも、ダメージは出てる。ね。でも、かばう人もね、いないくらいまで削ったんだけど、やだ。思いっきり火だ。ダメージコントロール。もう少しだね。
でもね、この戦い、みんなよくやったよ。ホーネットの戦果が大きいっていうの？まあ、そうなるか。ごめんねみんな。またせっかくだからもらっておくけど、帰ればまた来らこれれるかな。はみんなの戦果よ。いくつもらっても嬉しいですね。ね。暁よ、一人前のレディーとして扱ってよね。かつきちゃん、よろしくね。フリートが港に戻ったわ。というご苦労様。ことでね、だいぶ昨日に比べると前線できたかなと思います。本当にね、まだまだ戦うチャンスは残ってるので、頑張ってね、また準備していきたいと思います。それでは、配信の方はね、これで終了となりますので、今日の、何の日コーナーをね、最後やらせていただきたいと思います。ちょっと準備しますね。いやー、そうですね。あとは試行回数。いやー、動機がすごい。見てるだけで胃が痛くなってきたと、ちょっと、すいませんね。もうちょっと、すっきりする展開になればいいんですけど、どうしても強敵なものですから。肩が抜けましたということで。いやいや。それではね、今日最後にこちらの方で締めさせていただきたいと思います。本日はですね、本日1月10日ですね、干物の日となっています。干物、よくね、保存食として、日常的に見るものなんですけど、干物の日という、干すという字ですね。あの字を、1と10に分解して、1月10日が干物の日ということにしたそうです。日本の伝統食品として干物がより多くの人に知ってもらいたい、食べてもらおうことが目的です。こちらは円環の太郎という会社でね、毎月10日に干物のイベントを開催しているそうです。干物の感謝額では販売などを行っております。記念日は2017年、平成29年に制定されています。いろんなものがありますよね。ホッケの開きや、アジの開き、サンマの開きや、タイの開きなどの、数多くの煮物の商品があります。今、煮物については、魚などの魚介類のね、身を干して水分を減らすことで貯蔵可能となる乾物です。煮物は乾物品と同義されています。こういうのは日本だけじゃなくて世界各国でね、作られているんですよね。日本において、干物は古くは奈良時代、宮廷に献上品とされたくらい歴史が古くて、江戸時代頃になるとね、一般の方にも広まっています。ほとんどの干物は天日干しっていうのかな、基本で、工場などで大量生産を行うところでは乾燥機などによって人工乾燥も行われるそうです。今の時期はね、新鮮な魚介類っていうよりは、こういった干物でね、夜じゃないかな。夜の食卓にはよく出るのかななんて思って
今日は干物の日をお送りさせていただきました。私も簡単にはね、終わらないなと思ってましたけど、やっぱりまだまだ続きそうですね。以上、こちらの記念日をお送りさせていただきました。本日もね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。タモン丸のカンコレ、E44、予算島沖、オルモック沖、竹の輝き、戦力ゲージのね、攻略を配信させていただきました。本当幹部たちは今日本当頑張ってくれましたので、拍手をね、してあげたいと思います。拍手。次回もね、準備が整い次第また挑戦したいと思いますので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。今日は最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。またね、チャンネル登録もね、していただけると嬉しいです。それではまた次回お会いいたしましょう。皆さん、それでは失礼いたします。じゃあね。